こんにちは。リリラボ DIY 部アシスタントのリリーです。今回は部長のガイさんのハイゼットカーゴにドラレコ付きデジタルインナーミラーを設置したお話です。デジタルインナーミラーをつけていると後続車からもつけていることが分かり、煽り運転にも遭いにくいと聞いたので設置することにしました。こちらが購入したデジタルインナーミラーです。ネオ東京さんのミラーカム3というモデルです。概要欄にリンクを置いておきます。これをつけます。中にはケーブル類とフロント、リアそれぞれのカメラが入っていました。本体は季節のミラーの上からゴムバントで留められるようになっています。はい、リアカメラの取り付け位置についてなんですが、このデジタルインナーミラーのメーカーのおすすめは屋外ですね。屋外のリアスポイラーの下とかに貼り付けて、上から映すようにするのが一番おすすめですと言ってたんですが、この車はアトレーじゃないのでリアスポがないです。なので屋内に貼ることにしました。で、屋内に貼るにあたってちょっと別件でダイハツのメカニックのお兄さんと話をしてて、どこにつけるのがいいですかねみたいな話をしてたら、僕らやとここの下のところにつけるかなって言ってましたね。ケーブルはここからピュッと出して、そうするとケーブルの引き回しも少なくて済むし、ここにつけるのがいいんじゃないですかとか言われたんですけど、ちょっと一応上につけてみようと思って考えてみました。で、じゃあ屋内につけるとしたら、ここのメーカーの貼り付け方としては、窓ガラスにステーを貼り付けてくださいって書いてあったんですけど、窓ガラスは前の動画でやった通りプライバシーガラス化するフィルムを貼っているので、もしこのカメラを何か壊れたとかで剥がすときにフィルムごと剥がれたらまたフィルム貼らないといけないので、ちょっと嫌だなと。で、じゃあここの金属のところに貼ろうかなと思うと、カメラのレンズの位置がですね、ここのワイパー、リアワイパーの範囲からはみ出ちゃうんですよね。で、そうすると映り悪くなって嫌だなと。で、どうしたかというと、こういう透明のプラスチックの板を切って、ちょっと下に下げられるように貼り付け用の貼り付け白みたいなのを作ってます。はい。プラ板は車体に貼り付けて、そのプラ板にこのカメラのステーを貼ってます。プラスチックの板でステーの長さを足します。やる。これは100均で買った小物入れを削って必要な長さ分の板を作り出しているところです。工作マットがないな今日は。付属品のステイの両面テープの剥離紙を剥がして切り出したプラスチックの板に貼り付けます。プラスチックの板の方にも両面テープを貼って脱脂してからリアウィンドウ上部に貼り付けます。ステーにリアカメラをネジ止めします。こんな風に取り付けられました。真横から見るとこんな感じです。リアカメラ用のケーブルを天井に通します。天井のフレームと内張りの隙間にケーブルを通していきます。隙間が少なくて通しにくいところは内装剥がしを隙間に入れたり、フレームのボルトを少し緩めたりして通しました。静音化ボリューム2の動画に入れているのですが、硬いフレームのネジを六角ボルトに置き換えておいたので簡単に緩めることができました。ケーブルをリアカメラにつなげる部分は動画を撮り損ねてしまったので、どういう風に行ったのかをお話しします。リアカメラの配線なんやけど、
ここからこの隙間を通してこう来て、でここに入れてます。でこれ何かっていうと、この電熱線の線が出てるグロメットなんですけど、こう引っ張ると出てくるんで。で元はこういう筒になってるんですけど、これをカッターでこれ切ったんですね。こう通ってるんで元は。でこれ切るとこのカメラの線も挟み込めるようになるんで、こう挟んでこういうのを押し込んでると。ボロボロやなこれ。これで本体から来てるこのリアカメラ用のケーブルはこの辺通して、ここの蓋があるんで、こんな蓋で、ここ切り込み入れてケーブルが通るようにカットしました。なんかカッターかなんかで切ったと思う。でこのケーブルはこう来て、まあいろんな人が動画上げてますけど、このいわゆる蛇腹ってやつですね。電熱線とかリアワイパーの線もこれかな、とかが通ってる蛇腹があるんですけど、これ引っ張ったら取れる。こんなたやるの。よいしょ。でこういうなんていうの、プラパーツ、樹脂パーツがあるんで、これ爪4つで止まってるの見えるかな。でマイナスドライバーとか、まあなんだろうな、先の細いもので爪を起こしつつこれ外すんですよね。そうするとケーブルとか通しやすくなるんで、あとはこの中にシリコンスプレー吹いて滑るようにして、本体からのケーブルをこっちへ通して、でさっきここから中に入れたリアカメラのケーブルとコネクターでガッシャンコしてやるみたいな作業をしましたね。これがそのケーブルですね。でリアカメラの線とくっつけるコネクタがついてるんで、それを通してリアカメラの線引っ張ってきて、この辺でコネクタくっつけて、でこれをここに通す際にですね、このパーツがついてるとつっかえて通らないんで、一回これを外してやって、線をコネクタの太いところを通して中に詰め込んでからこれをはめる。このゴムをはめようと思うと多分これ外さんと使えへんでな。この間もやったやつやな。パッとできるか分からんけどやってみよう。どっから外すのがいいのかな。そしてなんか潰しながらやるとか言ってたな、この間。どうしたっけ俺。ここははまるとかなりの難所となるので、参考にできるように早回しはせずにそのままお届けします。結構長いので雰囲気が分かったら一旦 OK という方は次のチャプターにお進みください。あとカメラを結構左右に振っているので酔いやすい方もご注意ください。やっと樹脂パーツが外れました。この状態でリアカメラ用のケーブルを通します。そしてリアカメラ用のケーブルの血栓が終わったら、ここから先のゴムパーツを戻す作業を行います。下側の方も同じように樹脂パー
ーツを外します。これなんか爪折れてないのか。暗いな。やっと樹脂パーツが外れました。上側と同じようにこの状態でリアカメラ用のケーブルを通して、血栓が終わったらここから先のゴムパーツを元に戻す作業を行います。滑る。こんな感じ。フロントカメラを貼り付けるためにマスキングテープを使って水平出しをします。フロントガラスの脱脂をしてからフロントカメラの両面テープを剥がして貼り付けます。本体を電源に仮接続して撮影範囲を確認しながら貼り付け位置を決めます。前方の配線を行うにあたってケーブルがオーバーヘッドシェルフと干渉して潰し気味になってしまうことが分かりました。これを避けるために中央とサイドのケーブルが通る部分を削ってスペースを作りました。オーバーヘッドシェルフの外し方は別の動画にまとめているのでそちらを参考にしてください。削ったところはこんな風になりました。電源ケーブルはこのまま A ピラーの内側を通って足元に通します。電源コネクタはシガープラグなのでアクセサリーソケットに挿すことになります。既設のアクセサリーソケットに挿すと他にアクセサリーが利用できなくなってしまうので、足元にアクセサリーソケットを増設してそこに電源コネクタを挿しました。アクセサリーソケット増設については USB ポート増設の動画にまとめたのでそちらを参考にしてください。試行錯誤した結果、ケーブルを留めるのにはクッションテープを利用するという解にたどり着きました。こちらはオートバックスで購入したものです。リアカメラケーブルは右側、電源ケーブルは左側に通しました。事前にマスキングテープで仮止めしていたケーブルを ETC アンテナケーブル等と一緒にクッションテープで巻いて金属パーツの裏側に押し込んでいます。するとクッションテープがいい感じに滑り止めとなってケーブルがとどまってくれました。本体にケーブルをはめるのがやりにくいので、外していたミラーに先に本体を装着してケーブルを差し込んでから元の位置に戻しました。ケーブルの長さを本体側に少し余裕を持たせておくと、ケーブルの抜き差しのやりにくさが少しマシになりそうです。配線のために外したパーツを戻します。
キレキレですけど。余っているケーブルをまとめて本体裏側に隠します。いい感じになった。ダメかな。別にいいけど、いいけど、全然美しくないな。そんなに悪くないの？あ、そうか。じゃあ。そんなに悪くないと私は思っているのですが、どうでしょう。安全のために後方監視中のシールを100均で購入して貼り付けて作業完了です。ミラーは大きくてありがたいのですが、その分前方の視界を妨げてしまうのとサンバイザーへの干渉が煩わしいので、公式サイトでも紹介されているダッシュボード上に本体を設置するという方法も試してみました。別途楽天でダッシュボード用のデジタルインナーミラースタンドを購入しました。概要欄にリンクを置いておきます。ダッシュボードに貼り付けて角度を調整したら、本体をゴムバンドで留めます。ここにあれね、ウレタンでも挟んでやったら良さそう。前側はこんな感じです。ルームミラーの位置まで持って行っていたケーブルをダッシュボードまで引き直して接続します。この位置でもやっぱりケーブルは差しにくかったです。移設後はこんな感じになりました。季節のルームミラーを外して視界を広くしようと思ったのですが、ハイゼットカーゴの場合はルームミラーの根元にルームランプを設置する形になっているので、ルームランプがなくなってしまうのと、ルームミラーのネジでオーバーヘッドシェルフを留めているため、オーバーヘッドシェルフの強度が下がる恐れがあり、ルームミラーを外すのはやめておきました。さらに仮にルームミラーが外せたとしても、ハイゼットカーゴの場合はつま足があるので大して視界は広くならずと目的が果たせなかったので、結局季節ルームミラーの上にデジタルインナーミラーをかぶせる形に戻しました。その後しばらく使ってみて分かってきたこともあるのですが、長くなったので次の動画にまとめます。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった場合は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。